I was working. I was literally working. And they deactivated me. This is related. They just punished me for posting about my assault while door dashing. They just fired me. And the police are doing nothing. I lost my job. And that was my only way to make money to pay my bills. I then lost my job. The police are doing nothing. And if I get one more account strike on TikTok, my account's done. This is a man's world. I'm the victim. Remember, I'm the victim. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ドアダッシュガール事件からの話題になります。昨年の10月にですね、フードデリバリーとして知られておりますドアダッシュでのデリバリー中にその女性の配達員がね、客の男性に暴行されてしまうという事件が発生するんですね。するとその後逆にですね、この女性が逮捕・起訴されることになりました。そこからですね、結構時間経ちました。数ヶ月が経ちまして、ようやく今月に入り、ここに進展があったということで、こちらね、現在大変話題になっております。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれご存知ですか？ドアダッシュというね、つまりは Uber だと思うと分かりやすいんじゃないかなと思います。フードデリバリーの大きなシェアを持つ会社ですね。で、昨年の10月にですね、このドアダッシュのデリバリー上で、その配達員の女性がね、客の男性に、性的な暴行を受けると、こういった事件が発生したんですね。ちょっとね、これ女性のデリバリーやってる方にとっては、もう本当に恐ろしいことだと思いますが、そういった告発があったんですね。で、その後この彼女はですね、自身の TikTok アカウント上で、この事件を告発するわけですが、なんとその後ですね、警察発表により、これ、すべて嘘だったということが判明します。後にこの彼女逮捕されまして、起訴されることになるんですね。これがね、昨年の10月のお話です。そして今月に入りまして、もうそれから半年経ちますよね。これどうやらニューヨークの制度の影響のようなんですが、かなり遅くなりました。今月に入りまして、ついにですね、この事件の罪状認否が行われ、そこで彼女がなんて答えたのか、ここに大変注目が集まっていると、こういったわけですね。で、ドアダッシュといってもですね、日本の方、知らない方の方が多いんじゃないかなと思います。で、さらにはこれね、ドアダッシュガール事件と言われてるんですが、もうまさにね、ジョニー・デップ対アンバー・ハードの事件のようでしょう。大きな騒動になっているんですが、これも知らない方多いでしょ。なので、本日はですね、事件の概要と、そして最新のアップデートですね、このあたりの概要を見ていきたいと思います。まずですね、こちら、ドアダッシュ。日本の方にはね、Uber だと言うと分かりやすいんじゃないかなと思います。こちらですね、ドアダッシュインクは、オンラインフード注文及びフード配達を運営するアメリカの企業。56% の市場シェアを持ち、アメリカ最大のフードデリバリープラットフォームとなっている。また、コンビニ配送カテゴリーでも 60% の市場シェアを持つ。2020年12月31日の時点で、このプラットフォームには45万の加盟店、2000万人の利用者、そして100万人を超える配達員が参加していた。ということですごいでしょう。このドアダッシュ、アメリカ最大のね、フードデリバリープラットフォームになっていると。で、タイムリーなことに、今年に入ってからの出来事なんですが、ドアダッシュ公式サイトですね。なんとですね、もうすでにね、日本からは撤退しています。カタール、シンガポール、日本、ウズベキスタンから撤退。これらの対応は、ドアダッシュの財務見通しに重大な影響を与えるとは予想されていませんということで、今年に入りですね、2月に、このドアダッシュ、日本からの撤退を発表しています。ニューヨークのドアダッシュ配達員が自宅でパスタアウトしていた裸の客の動画を共有したことで逮捕された。ということで早速ですがこちらですね。パスタアウトとあります。こちらが本日のキーワードになります。短時間意識を失うこと、病気、重症、泥酔などが原因で気絶すること。ということでね、こちらのパスアウトというのは気絶するという意味になります。意識を失うとかね。そして先ほどね、泥酔とありました。この場合はね、酔いつぶれると。こういったニュアンスになりますよね。で、同じね、気絶するという意味では、faint というワードも使われますが、そちらの方がね、よりフォーマルな言い方になりまして、ちょっとね、医学的なニュアンスが含まれるようになりますよね。貧血だとか、暑さとかね、そういった影響で失神する。なので、微妙にニュアンスが違うということですね。じゃあなんでこのパスが気絶するになるのって話になるんですが、これね、日本語でもほら、パスするって言うでしょ。ボールをパスする。つまりはこれ、ボールが向こう側へ渡る。こういった意味なんですが、これがね、外側へ抜けていく。つまり、意識が抜けると。こういうことなんですね。でね、もう一つこれに関連して、皆様に覚えておいてほしい言い回しがあるんですが、こちらですね、pass away。つ
つまりこれね、後ろ側がアウトからアウェイになっています。これで、なくなるという意味になります。つまり、これね、向こう側へ、遠くへ渡るという意味ですね。あちらの世界へ行く。これで、なくなるという意味になります。で、まあ、日本語でもね、死ぬと言いますが、これつまりは、die ですよね。なんですが、日本でもね、そういえばこの前、君のおじいちゃん死んだんだって言わないでしょ。亡くなったって言いますよね。で、このパスアウェイ、まあ、通常ね、パスタアウェイと言いますが、これにもね、同じようなニュアンスがありまして、die より、相手に配慮した言い方になります。なので、この言い方ね、覚えておくといいですよ。ということで、こちらね、パスアウトというのは、意識が外側へ行く。つまり、気絶するという意味になります。ということで、こちらは、ニューヨークのドアダッシュ配達員が自宅で気絶していた裸の客の動画を共有したとして逮捕された。ニューヨーク州北部、ドアダッシュの配達員がソファーで酔いつぶれていた半裸の客を撮影したとして重罪で逮捕された。この配達員は後にその状況は性的暴行だったと主張していた。オスエゴ在住の23歳、オリビア・ヘンダーソンは先月、これね、2025年11月の記事なので、これはその前月ですね、10月のことを指しています。自身の TikTok アカウントに複数の動画を投稿、数百万再生を集めた。その中には、ズボンと下着が足首まで下がった男性を映した動画も含まれていた。ということでね、ちょっとね、ここまでを整理いたしますが、こちらに見えております、ニューヨーク在住の23歳、オリビア・ヘンダーソンという、ドアダッシュに登録していた配達員がいるんですね。で、この女性はですね、ウェンディーズの配達の指示を受けまして、ちょっとね、実際何を頼んでいたかわかりませんが、ハンバーガーでしょ。ちょっとね、ハンバーガータイムリーな話になりますが、これをね、とある男性客の自宅にデリバリーするんですね。で、ここからの詳細というのは実はですね、現在非常に情報が錯綜していまして、はっきりと分かっていません。なぜなら、この時にね、彼女が投稿した動画というのは複数あると言われているんですが、それね、もう削除されちゃってるんですよ。で、いろんなスクショというのも出回ってるんですが、またね、それをほら、AI で補正して、情報捏造する人とか出てくるでしょう。で、実際この件でもね、それすごく多いと言われていて、本当に何が起きたのかっていうのは、これからね、明らかになっていくんじゃないかなと思いますが、現状言われてるのはですね、このオリビア・ヘンダーソンがデリバリーに行きました。するとね、ドアが開け放たれていて、そこに半裸の男性がいたと。で、この彼女はですね、それを一部始終撮影いたしまして、TikTok にアップし、私は性的暴行を受けましたと、このように告発するんですね。これね、セクハラじゃないですよ。ハラスメントではなくて、アサウト。これを暴行として告発することになりました。で、当然ですね、その後、ここにはね、警察が介入することになりまして、こちらですね、オスウェゴ警察のインスタグラムアカウント、このような声明を発表します。2025年10月12日に、オスウェゴ警察署へ通報がありました。オスウェゴ警察署は捜査を開始。その過程で配達員が裸の男性を動画撮影したことが判明しました。動画及びその後の捜査により、この男性は飲酒によって行動不能かつ意識不明の状態で自宅のソファーにいたことが確認されました。動画は男性宅の外側から撮影されていました。その後、このドアダッシュの配達員は動画を SNS へ投稿し、大きな注目を集めました。さらにこの配達員は性的暴行を受けていたと主張していたことも判明。しかし、オスウェゴ警察署の捜査では、これは発生していないと結論付けられました。動画に映っていた男性は警察に協力し、供述を行っています。ということで、これに関してはね、警察がその後捜査に入っているんですが、男性はね、泥酔してパスアウト状態だったので、とても暴行なんかできる状態じゃなかったということが判明するんですね。つまり彼女は TikTok 上でね、虚偽の告発をしていたということになりました。で、もっと言うとですね、この時の注文はね、この男性客が玄関先に置いといてくれればそれでいいと、このように言っていたそうですね。じゃあなんでわざわざズボンを下ろしてるんだよって話になるんですが、これは事実なんでね、おそらくこの男性めちゃくちゃ酔ってたんでしょうね。もしかしてトイレに行ったままね、ズボンを上げる気力もなく気絶したのかもしれません。自宅で酔っ払って半裸でソファーで寝ることは違法でもなんでもないんでね、そもそも酔っ払ってる人間になんでそんな格好しているのなんて合理的な理由はないでしょ、おそらく。もうほんとね、ベロベロに酔っ払っている状態で、お腹が空いたんでしょう。便利で美味しいですから食べたくなっちゃったんでしょうね。それで玄関先に置いといてよと、どうやらそれを入力してソファーで気絶したようなんですよ。なので、このね、オリビア・ヘンダーソンは、そのウェンディーズを玄関先に置いて帰ればよかったんですが、実際ね、本当にドアが開け放たれていたのか、彼女が開けたのか、それはわかりません。一応彼女の主張ではドアが開いていたと言ってるんですね。そして中が見えたと。そしてこれでね、頭に血が上りまして、キーッとなるんですね。その男性をですね、スマホで撮影し、彼女ね、デリバリーしてますから、彼の名前も住所も知ってるんですね。全世界に向けてですね、そのお客さんの名前と住所、公開します。そして私は、この男に性的暴行を受けましたと、TikTok で告発したというわけです。恐ろしい話でしょ。で、なんで彼女のこの思考の中にこれがね、ハラスメントじゃないですよ。暴行になるのか。
つまりこれってプロ被害者でしょ。で、このね、彼女のプロ被害者ぶりはその後、彼女自身の TikTok の投稿により露呈していくことになるんですね。で、こちらがね、オリビア・ヘンダーソンの実際の TikTok アカウントです。これまだあるんですけどね、こちらになりますが、その後ね、この彼女、ドアダッシュからバンされるんですね。で、このドアダッシュね、彼女だけじゃありません。実際ね、やっぱり我々はね、従業員もしっかり守らないといけないと、この半裸でね、酔いつぶれていた男性もバンされています。つまり喧嘩両成敗じゃないですが、客も配達員もどちらもバンにしてるんですよ。で、それを受けましてですね、本当に文字通りのメルトダウンを起こすんですね。They just fired me! And the police are doing nothing! I lost my job! And that was my only way to make money to pay my bills! This is a man's world! I'm the victim! Remember? I'm the victim! すごいでしょ。だからこの彼女ね、もう本当にプロ被害者なんですよ。で、その後ね、彼女、今でこそね、静かにはなっているんですが、何本かね、動画投稿しておりまして、この中でね、その男性の動画を上げたことで、TikTok からもね、その動画がストライク受けてるんですね。で、どうやら彼女はこの件でね、2回のストライクを受けたということで、で、こうなるとね、その動画からも収益を得られないんですよ。で、それについても研究してるんですね。金を返せと。つまり彼女は、このお客さんの動画を上げて、それを収益化している。お金が目的だった。こう思われるような内容の話もしておりまして、実際ね、この TikTok が原因で彼女、かなり裁判不利になるんじゃないかというように言われています。そして今月に入りまして、ついにですね、罪状認否が行われまして、彼女はこれ、どのように言ったのか。TikTok で話題となった事件を受け、重罪で起訴されたドアダッシュ配達員、オリビア・ヘンダーソンが無罪を主張した。ということで、今回こちらですね。このオリビア・ヘンダーソン、起訴されましたので、裁判所でね、その罪状を読み上げられて、認めるのか認めないのか、この意思を示すんですね。ここでですね、無罪を主張しました。客による犯罪行為は確認されず、オースティンと特定されている男性客は、この夜、酒を飲んでいたと警察に説明。自分が露出した状態だったことに気づかずに目を覚ましたと語った。また自分では、ショートパンツを履いていると思っていたとして謝罪した。警察はこの男性が自宅にいたこと、そして公衆に対して故意に露出する意思がなかったことから、犯罪は発生していないと判断し、事件を終了した。数週間後、この件はさらに深刻化した。11月10日、ヘンダーソンはオスウェゴ郡で逮捕され、ニューヨーク州刑法に基づく第2級違法監視の重罪1件と違法監視画像拡散の軽犯罪1件で起訴された。これらの罪状は他人の住居内で許可なく撮影された映像を録画、共有したことに関連している。つまり罪に問われているのは、その男性を録画して、それを共有したということですね。だから彼女がその暴行云々で嘘をついてるかどうか、そこではないということです。このバズったドアダッシュの配達員は5月に正式に起訴され、重罪容疑によって実刑判決を受ける可能性が出てきた。ヘンダーソンは無罪を主張している。ということでね、今回このオリビア・ヘンダーソン、この罪を否認したということで、改めて大陪審により起訴されまして、もし実刑判決を受けることになれば、最高ですね、8年の刑になるということのようですね。で、これに関してはね、やっぱりね、この彼女を擁護する声というのもあることあるんですよ。なんですが、実際のね、弁護士の見解とかを聞いてると、やっぱりね、これで無罪を主張するのは、相当無理があるんじゃないかというように言われているようですね。なぜなら、彼女がね、TikTok であんまりにもこれを喋りすぎているので、そこがね、その彼女の証言の宝庫になっちゃってるんですね。ということで、ここからね、実際裁判に入っていくということのようですが、彼女はね、前科がないんですね。なので、こちらね、リーガルバイツという、弁護士によるチャンネルなんですが、この方もね、これに関してはね、ほんとありえない事件だけど、残念ながらその8年みたいな刑はないだろうというように言ってますね。ただニューヨークの場合は、禁錮刑じゃなくてね、他の方法もあるので、そっちになるんじゃないかと。ただ、それでもね、重罪のレコードがついちゃうというのは間違いないので、彼女は今後、動画がいてもね、相当人生がハードモードになるんじゃないかと、このように言っています。これね、今回の件をまとめてる、まだね、すごく新しい最新情報を元にした動画になってますんで、これ概要欄にリンク貼っておきますんでね、ちょっと英語になってしまいますが、興味あればご覧になってみてください。はい、ということで本日はですね、昨年10月に発生しましたドアダッシュガール事件、その概要と最新アップデートを見てまいりました。いかがだったでしょうか。これを受けてのですね、彼女のメルトダウンぶりを見てもらうと、お分かりになるんじゃないかと思いますが、どうやらですね、過去にも、かなりね、やっぱり問題とされるような発言多かったようですね。こうなるとほら、いろいろ発掘されるでしょう。今ね、結構ネットに上がってますよ。ただその一方でね、
こちらもそうなんですが、これね、消された動画の中ではね、彼女がドアを開けるシーンが映っていたと。で、これがね、そのスクショということで、ドア開いてないでしょ。こんな画像なんかも出回っているんですが、そもそもね、これ自体が加工されているんじゃないのなんて話もありまして、非常に情報が錯綜しているというような感じですね。いやーでもね、プクタ思いますけど、このチャンネルご覧になってる皆さんもね、社会人の方多いと思いますよ。ただ仕事やってれば、いろいろあるじゃないですか。実際に。例えばね、特に接客業なんかやってれば、いろいろあるでしょ。で、ましてやデリバリーの場合は、自宅に行くわけじゃないですか。いろんなお客さんいると思うんですよ。で、場合によってはね、今回のように泥酔してね、ひどい格好で寝ちゃってる人もいるでしょう。で、これをね、そんなこともあるよねと授業できないというのは、やっぱりね、ちょっとあまりにも特権意識が高すぎるというか、子供というか、もうそこにね、ウェンディーズを置いて帰ればよかっただけなんです。これで何事もなかったんですよ。これがそんなに難しいことだったんでしょうか。で、もう一個ね、これで言われている議論というのがありまして、これもしね、性別が逆だったらどうなっちゃうのって話なんです。男性の配達員がね、ソファーで寝ている女性を撮影して、名前と住所晒したらどうなりますって話なんです。つまり、このオリビア・ヘンダーソンは現状大きなバックラッシュに直面していますが、これで済んでるのは女性だからなんですよ。被害者が男性だからなんですね。にもかかわらず、先ほどの動画ではね、この世界は男性の世界だと主張している。だから自分はこんな目に遭っているんだと主張している。これがね、こういった特権意識の高い層の矛盾ぶりと言いますか、世間への甘えと言いますか、これがね、露呈しているなと感じてしまうのは、フクタだけでしょうか。皆さんのご意見も聞かせてください。もしね、続報がありましたら、またお伝えできるかもしれません。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。